はい、皆さんこんにちは。山崎です。本年の農業経済学の講義の中には養蜂業の内容も組み入れます。どうして、養蜂業を題材にしながら農業経済学をやるのか、卑近な理由を言うと、現在私は北海道で養蜂業そのものに関わっているからです。ただ、このように言うと自分の趣味に皆さんを付き合わせているのかという押し付けがましい話になってしまいます。正直なところ実際そういう面はあるのですけれども、もう少しもっともらしい理由をこれから申し上げたいというふうに思います。なお、日本で飼われているミツバチは西洋ミツバチと東洋ミツバチの一亜種であるニホンミツバチの2種があります。これらのうちこの講義で対象にするのは西洋ミツバチです。西洋ミツバチとニホンミツバチでは飼い方が大きく違っています。日本の養蜂業で産業的に飼われている蜂はほとんどが西洋ミツバチです。またこの講義では養蜂業そのものについても紹介していきたいというふうに思います。ところで、行政的にはミツバチも家畜として扱われています。養蜂業というのは酪農業や養豚業と同じように家畜を飼っています。したがって確かに畜産業であり農業の一部門です。がしかし養蜂業は後で説明するように農業としてはやや特殊な部門です。ではどうして特殊な話をするのかというと、それは特殊な状況を描くことによって一般的な状況の特徴が際立つということがあるからです。養蜂業は農業経済学に関する一般的な話を際立たせるための補助材料を提供しているわけであります。では養蜂業を農業として見た場合、その得意な点は一体どこにあるのか。こういう問題を考える際に、まずそもそも農業とは一体何なのかというところから始めます。農業について多くの人が納得できる定義は次のようなものだと思います。つまり農業というのは動植物を生産物とする産業であるということです。ただしこの定義をほんの少しだけでも吟味してみると、そこからさらにいくつかの限定が必要になるということがわかります。例えば農業以外の産業でも動植物を生産する産業があります。それはまず漁業です。農業と漁業とは一体何が違うのかというと、言うまでもなく漁業は水の中で生活している魚介類といった水産動物、あるいは海藻を対象にしながらそういうものを取ったり養殖したりする産業です。ですから、水産業は陸上の動植物を生産する農業からは水中の生き物をターゲットにしているという点で明確に区別されます。次に農業との区別を明確にしなくてはいけないのは林業です。林業も農業と同じように陸上で植物を生産する産業です。がしかし林業は樹木を伐採して伐採した樹木から木材を生産する産業です。つまり木材生産という点で林業は固有の農業から区別されます。でなお農業の大きな特徴は土地を重要な労働手段にしているという点です。ただし工業でも土地は建物を立地する作業空間です。がしかし農業では作物や家畜の餌のために、生産物が土地から直接に生えてきます。工業では、土地は活動の基盤、
ですけれども、農業では土地は作物を育てるための労働手段でもあるわけです。でなお、農業と土地の関係については、養蜂業の特徴を考える上でも非常に重要な論点になりますので、後でまた立ち返ることになります。今言ったような農業の定義や特徴からすると、養蜂業は、農業のメインストリームからは外れた、少し変わった部門になります。ただ、このことを説明するためには、養蜂業自体について、説明しなくてはいけません。そこで、これからそれを行います。養蜂業の説明を、養蜂業の生産物を紹介することから始めます。養蜂業の最も代表的な生産物は、ご存知のように蜂蜜です。蜂蜜は主に果糖、ブドウ糖といった単糖類からなっています。蜂蜜は単糖類なので、主に初糖からなる砂糖とは成分が大きく違っています。ただし、蜂蜜の元になる果蜜、つまり、働き蜂が花から集めてくる蜜の成分は、やはり主に初糖です。果蜜が働き蜂の体内で酵素を加えられて、先ほどの単糖類になるわけです。ただし、蜂蜜の中に含まれている成分は単に糖分だけではありません。その他に微量成分として、花粉に由来するカリウム、塩素、硫黄、カルシウム、ナトリウム、マグネシウム、リンといった各種のミネラルが含まれています。で、さらに、やはり花粉に由来するビタミン C、B1、B2、B6、アセチルコリン、ニコチン酸、パントテン酸、ピオチンといったビタミン類も含まれています。また、蜂蜜は蜜源植物によって組成の違いがあります。以上が蜂蜜です。しかし、養蜂業の生産物は蜂蜜だけではありません。次に挙げるのは花粉媒介です。花粉媒介は果実植物や野菜の受粉をミツバチが媒介することです。受粉は英語でポリネーションですが、この英語がそのままカタカナ英語として日本語の中で使われています。ポリネーションには2つのやり方があります。一つは養蜂家が受粉作業を果樹農家や野菜農家から直接受託する方法です。これは養蜂家が受粉を請け負った植物の果樹園や畑に自分でミツバチの巣箱を設置します。もう一つの方法は、養蜂家が果樹農家などにミツバチの群を箱ごと売ったり貸し付けたりするやり方です。巣箱を売ることは品物の販売です。それに対して、受粉作業を受託したり、巣箱をレンタルすることは品物ではなくてサービスの提供になります。次に紹介する養蜂業の3つ目の生産物はロイヤルゼリーです。ロイヤルゼリーが健康食品や化粧品に使われていることは皆さんご存知かと思います。ロイヤルゼリーは働き蜂の頭部にある下咽頭腺から分泌される乳状の物質です。ロイヤルゼリーはミツバチの幼虫の餌になります。で、さらに幼虫だけではなくて成虫である女王蜂の餌にもなります。ロイヤルゼリーは働き蜂の幼虫に対しても特に孵化直後の時期に与えられますが、働き蜂の幼虫に対してはその後、蜂蜜と花粉中心の餌に変わっていきます。対して、女王蜂の幼虫に対しては、幼虫期間を通じて一貫してふんだんにロイヤルゼリーが与えられ続けます。つまり、幼虫の時期の餌の違いが働き蜂と女王蜂とへのカーストの文化をもたらしています。
幼虫に餌を与えるのは働き蜂の仕事ですが、働き蜂は幼虫が入っている部屋の違いに応じて、働き蜂と女王蜂の幼虫に対して別々の餌を分け与えます。女王蜂が育つ大きな特別な部屋のことを王台と呼んでいます。それに対して、働き蜂が育つ小さな部屋は同胞房と呼ばれています。でなお、ミツバチが育つ部屋には、今言った王台と同胞房の他に、オスバチが育つ有胞房があります。有胞房は同胞房よりは少しサイズが大きくて、しかも、蓋が突き出ているという特徴があります。有胞房と同胞房は共に六角形ですが、径の大きさは有胞房の約 6.5mm に対して、同胞房では約 5.5mm です。王台は形も大きさも全く違っていて、筒状に突起しています。オスバチの幼虫に与えられる餌は、働きバチの幼虫に対して与えられる餌と同じようです。巣房にはその他に、蜜を貯める貯蜜房と、花粉を貯める花粉房があります。右側の写真で、左上の方にある蓋がへこんでいるのが貯蜜房です。貯蜜房は、上の方に作られます。それに対して下の方にある下向きの突起状のものが王台です。また、真ん中にたくさんある蓋が少し突き出ているのは同胞房です。この写真の中には有胞房もあるかもしれませんけれども、写真からはちょっと分かりにくくなっています。これは花粉房です。色とりどりで綺麗です。また、下の方に黒光りしている巣房がありますが、これはまだ蓋のついていない貯蜜房です。ここにあるのは有胞房と王台です。蓋が突き出ているのが有胞房です。なお、働き蜂の部屋に産みつけられた卵から孵化した幼虫を途中で人為的に王台に移すと女王蜂に成長します。つまり、当初働き蜂として産みつけられた卵からかえった幼虫でも、後で王台に移すとその幼虫は女王蜂になるわけです。ただし、こうした、働き蜂から女王蜂への転換が可能であるのは、幼虫が、孵化してから3日目程度までです。3日目以降になると、いくら働き蜂の幼虫を王台に移しても、そこから女王蜂にまで成長することはなくて、普通の働き蜂になってしまいます。で、こうした事実が示していることは、まず、働き蜂と女王蜂との違いは、遺伝的に決まっているのではないということです。働き蜂と女王蜂のカースト的文化は、遺伝的にではなくて、幼虫の時に与えられる餌によって決まっているということです。ただし、孵化直後は、働き蜂の幼虫から女王蜂の幼虫への転換が可能です。しかし、孵化後3日目あたりから、働き蜂から女王蜂への転換が不可能になります。そして、3日目あたり以降に与えられる餌の違いが、働き蜂と女王蜂とへのカーストの文化をもたらしているということです。なお、オスバチはもちろん、そもそも遺伝的に女王蜂や働き蜂と違っています。ミツバチに限らず、八目の原則は受精卵からはメスバチが生まれて、未受精卵からはオスバチが生まれます。そして、働きバチはすべてメスです。女王バチは、産卵前に前肢を使って
巣房の大きさを測り、受精卵と未受精卵とを生み分けているようです。ところで、働き蜂がロイヤルゼリーをふんだんに与えるのは、王台にいる女王蜂の幼虫に対してだけなので、養蜂業でロイヤルゼリーを生産するためには、女王蜂の幼虫を人為的にたくさん育てる必要があります。そのために、プラスチック製の黄椀を人工的にたくさん作って、そこに働き蜂の幼虫を移虫します。一つの王台から得られるロイヤルゼリーは 300mg と言われています。でなお、ミツバチの個体分化の話が出てきたので、ここで少しこの点をまとめておきます。まず、先ほど言ったように、ミツバチは遺伝的にオスバチとメスバチに大きく分かれます。次いでメスバチは幼虫の時の餌によって働きバチと女王バチとに分かれます。女王バチは一つのコロニーの中に原則ただ一頭だけです。女王バチの仕事ですが、それはもっぱら産卵です。産卵機械という言葉もあるぐらいです。そして、産卵の前に、交尾を行います。オスバチの仕事はもっぱら女王バチとの交尾です。オスバチは交尾以外のことは何もやりません。ただし、オスバチと女王バチとは、巣の中であるとか地上では決して交尾しません。女王バチが羽化した後、1週間ぐらい経ったところで、一生の間に一度、または数度行う交尾飛行に旅立った時に、空中の集合場所にいたオスバチたちが飛んでいる女王バチを一斉に追跡して、マウントして空中で交尾します。交尾飛行の時には相当な数のオスバチが女王バチを追って群がっているようなので、見事に交尾できたオスバチはかなり運が良かったということになります。つまり、ほとんどのオスバチは、ただ追いかけるだけで交尾できません。ただし、交尾に成功したオスバチは、交尾の瞬間に生殖器が女王バチの体内で破裂して、そのまま落下して死んでしまいます。ですから、単純に運が良かったとは、言えないかもしれません。女王バチとオスバチの巣箱は 10km 以上離れていることもあるようです。女王バチは交尾飛行の際に一生の間の産卵に必要な精子をすべて得て、受精脳内に蓄えます。女王バチは交尾飛行の最中に5回から15回の交尾を行っているようです。交尾飛行で十分な精子を得た女王バチは1日から2日後に産卵を開始します。産卵を開始するともう二度と交尾しません。女王バチの寿命は2年から4年と言われています。女王バチは夏の最盛期には、昼夜健康で1日あたり実に2000個もの卵を産むと言われています。さて、こうして、女王バチとオスバチとは生殖に特化しているわけですが、その一方で、生殖以外の餌集め、育児、巣作りなどの他の一切の仕事は、働きバチが担当することになります。このように、個体ごとに生まれついた時点から役割の違いがあることを、先ほどから言葉は出ていますが、カースト文化と呼んでいます。カースト文化がある昆虫の仲間を社会性昆虫と呼んでいます。ミツバチ以外の社会性昆虫は、8目の中にはスズメバチ、マルハナバチ、アリなどがいます。ゴキブリ目のシロアリも社会性昆虫として有名ですね。なお、
ミツバチの働きバチの仕事の内容は、羽化してからの日齢によって変化していきます。働きバチの寿命ですが、それは季節によって大きく違っています。秋に羽化して越冬し、翌年の春にも活動する働きバチは冬バチと呼ばれます。冬バチには半年間の比較的長い寿命があります。しかし、それ以外のシーズン中に羽化する働きバチは冬バチに対して夏バチと呼ばれています。夏バチには長くても40日間程度の寿命しかありません。その40日間のうち、最初の20日間は巣の中や巣門付近での仕事に従事しているので、内勤法と呼ばれています。しかし、内勤法の期間である20日間が過ぎると、今度は、巣の外に飛び出していって、過蜜であるとか、花粉であるとか、水であるとか、プロポリスを集めてきます。これを外勤法と呼んでいます。内勤法の主な仕事は、門番、巣の中への送風、幼虫の世話、女王蜂とオス蜂とへの餌やり、巣内の清掃、巣作り、外勤法からの過蜜等の受け取り、過蜜を体内で蜂蜜にする作業などです。働き蜂の数は膨大で、正常なコロニーでは2万から3万頭程度もいます。これは、スクリーンショットで撮った女王蜂です。この写真の中にいる3頭の真ん中がオスバチですが、オスバチは周りの働きバチと比べて目や体が大きいです。特に目が大きいです。はい、ここで、卵が見つけられてから羽化するまでの期間の長さを紹介します。産卵後、孵化するまでは3日間です。これはすべてのカーストで共通しています。しかし、幼虫の期間とさなぎの期間はカーストによって違っています。働き蜂では、幼虫期間は6日間で、さなぎの期間は12日間です。ですから、働き蜂は卵から通算して21日間で羽化します。次に女王蜂では、幼虫期間が 5.5 日間、さなぎ期間は 7.5 日間で、羽化までの通算は16日間です。ですから、女王蜂が誕生するまでの期間は、働き蜂よりも5日間も短いです。で、最後に、オス蜂では、幼虫期間が 6.5 日間、さなぎ期間が 14.5 日間で、羽化までの通算は24日間です。オス蜂は女王蜂とは反対に、幼虫の期間もさなぎの期間も働き蜂よりも長くなっています。オス蜂が性的に成熟するまでには、羽化後10日間から十数日間程度が必要です。なお、幼虫がさなぎになる際には、部屋に先ほど少し話に出た蓋がかけられます。しかし、蓋をかけられた幼虫はすぐにさなぎになるわけではなくて、時間的なズレがあります。そのため、一般に幼虫とさなぎの区別はあまり注目されないで、部屋に蓋がされているかどうかの違いが重視されます。この写真でですね、この写真もやはり、スクリーンショットを拡大したものなので、鮮明な画像ではありませんけれども、左上の蓋がついていないのが無害胞子と言われています。それ以外の蓋がついているのは有害胞子と呼ばれています。養蜂業の4つ目の生産物として紹介するのは蜜蝋です。
働き蜂が蜂蜜を食べて、それを原料にして体内で蜜蝋を作り出し、腹部にある蝋腺から分泌します。蜜蜂は蜜蝋を使って巣を作ったり、巣房に蓋をします。蜜蝋には花粉やプロポリスといった不純物が混入していますから、蜜蝋と水を一緒にして沸騰させて不純物を取り除き、精製して純粋の蜜蝋を取り出す必要があります。精製した蜜蝋のことを黄蝋と言います。なお、巣房に蓋をするための蜜蝋ですが、さなぎが入っている巣房の蓋は再利用なので、ここには花粉などの混入物が多く入っています。しかし、蜜が入っている巣房への蓋である蜜蓋は、純度の高い新しい蝋で色も透明です。蜜蝋はいろいろなものの原料として使われていて、スソ、ゴールドクリーム、電気絶縁体、靴炭、油絵用キャンパス、ろうそくなどが蜜蝋から作られています。スソは、近代養蜂では蜜蜂の巣の基礎になるものです。六角形が連なった巣房の形を、蝋板に、プレスしたものです。また、蜜蝋のろうそくは癒し効果があり、教会などで使われています。以上が養蜂業の生産物の主なものですけれども、その他にもプロポリス、花粉団子、蜂毒、蜂そのもの、糀の生産もあります。これらのうちプロポリスは蜜蜂が植物から集めてくるヤニで、蜂は巣の隙間を埋めたり、侵入者の死体を捨てるためにプロポリスを使っているのですが、近年、健康食品の原料として注目されるようになってきています。でまた、蜂そのものは、先ほどの花粉媒介用の他に、養蜂業者向けに、働き蜂や女王蜂が生産されて販売されるというようなこともあります。次に、以上の生産物の日本国内の総生産額がそれぞれどれぐらいになっているかということを見てみたいと思います。でまず、農林水産省のホームページで見ることのできる養蜂業の国内総生産額を一番新しい2021年のデータで見てみると、約83億2000万円になります。ただし、ここには、先ほど説明した生産物の中では、蜂蜜、ローヤルゼリー、蜜蝋、花粉交配だけが含まれています。それらのうち、蜂蜜がやはり一番多くて、重量は2745トン。金額にして52億2000万円です。金額は、全体の 63% を占めています。次に多いのが花粉交配で28億6000万円、34% になります。3番目はローヤルゼリーで2億3000万円、3% です。4番目は蜜蝋で2000万円、0% と書いてありますが 0.2% です。ここで挙げている蜂蜜、ローヤルゼリー、蜜蝋、花粉交配は、先ほど見たように生産物の特徴はそれぞれで違うので、どれに焦点を当てるかによって養蜂業の性格が違って見えてきます。そこで以下では最も生産額の多い蜂蜜に焦点を当てて、養蜂業が農業の中でどういった特徴を持っているかを考えていきたいと思います。蜂蜜は先ほど説明したように、蜂が花から集めてくる果蜜そのものではありません。
そうではなくて、過蜜を蜂が体内で分解し、さらにそれだけではなくて、花粉に由来するミネラルやビタミンなどの微量要素が配合された結果として蜂蜜になっています。ですから、蜂蜜は、ミツバチの分泌物と考えることができます。でこれは、肉、卵、皮といった、動物体そのものを生産物にする他の畜産業と養蜂業とを区別する点です。そしてこのように、動物の分泌物を生産物にしているという点では、養蜂業は、動物の乳を生産物にしている酪農業と共通する面があります。次いで養蜂業の特徴として指摘できるのは、蜂蜜の原料は、蜂の巣箱を置いてある養蜂場の周辺の花の蜜であるということです。そして、どの範囲の花を集めてくるかという点は議論があるかと思いますが、玉川大学の東京の町田市のデータによると、最も遠いところでは 6km 以上というのがあります。しかし、濃度、一番多いのは 2km のようです。こうしたデータから、採事権は半径 3km とされています。ただ、蜂たちは周辺にふんだんにお花畑があれば、なるべく近くで蜜を集めようとするでしょうから、東京都内だと 3km であったかもしれませんが、例えばお花畑がそこら中にふんだんにあるようなところでは、採事権はもっと小さくて、先ほど濃度が 2km と言いましたが、もしかしたらそれくらいかもしれません。ともかく、蜂は、2キロから 3km の範囲から蜜を集めてくるわけです。したがって、養蜂家は蜂の労働を介して、半径2キロないし 3km の土地を利用していることになります。養蜂家は半径2キロから3キロの範囲から飼料を集めて家畜であるミツバチを飼っているわけです。ところで、通常農業で畑や田として土地を利用する場合には、その土地を所有したり借りたりするのが一般的です。しかし、養蜂家は自分が所有したり借りたりしているわけではない土地を蜂を介して利用しています。もっとも実際には土地を所有したり借りたりしている場合もあるかもしれません。しかしそれは通常の場合、他の用途のために所有したり借りたりしているのであって、蜜を集めるためではありません。土地を所有したり借りたりしていなくても、そこから蜜を集めることはできます。他方で養蜂家は、土地に生えている植物を蜜源として利用しているだけなので、土地そのものを利用しているわけではないという理屈も、もしかしたら成り立ちうるのかもしれません。しかし、植物は土地に生えているのですから、植物を蜜源として利用するということは、土地を利用しているということです。また、確かに、巣箱を置く養蜂場の土地を所有したり借りたりして、その土地に蜜源植物を植えている場合もあるかもしれません。しかし、そういう土地も、その実際に蜜を集めるために利用する、半径2、3キロもの土地のごく一部に過ぎないわけです。養蜂家が蜜を集めるだけのためにですね、こういう広大な土地を占有しているというのは、ちょっと考えられないことです。でなお、土地を所有したり借りたりしないで土地を利用するということの端的な結果は、養蜂家は
収密のために利用している土地に対して借地料や地価を払わない、また、利用料も払わないということです。こういう土地利用のあり方は、日本ではあまり見かけませんけれども、ヨーロッパなどで、よく見られる遊牧に似ているのかもしれません。がしかし、遊牧の場合は、土地に動物がやってくればですね、そこに生えている草が餌として使われるということは一目瞭然です。がしかし、養蜂の場合には、蜂がやってきてもあまり気づかれることなく、やや陰微な形で土地が利用されているわけです。ということで、今回は養蜂業の特徴として最後に生産物が蜂の分泌物であるということと、土地の所有や借用がない形で蜂を介して土地が利用されるということを申し上げました。今回はこれで終わりです。どうもありがとうございました。